台風です。こんにちは。皆さんいつもありがとうございます。じゃーん。2024年の宅建試験合格証書が無事に届きました。よかった。応援してくださった皆さん本当にありがとうございました。去年ね34点でものすごく悔しい思いをしたところから1年間猛勉強してリベンジできましたので、自分が去年と変えたところ使ったツールとかお勉強方法についてですね、どなたかのお役に立てば良いなと思ってシェアしたいと思います。改めましてね、自己採点の動画アップいたしまして、いろんな方が応援してくださったコメントおめでとうって言ってくれて本当にありがとうございました。自己採点で私は権利関係一番頑張ったんですけれども13点取れました。それから法令が7点でその他が3点で、宅建業法がね16点しか取れなかった。で、5問免除がね、前の動画で4点って言ったんですけど、採点をね1個間違えてたっぽくって、最後のブレース構造のやつ多分これ合ってるので44点だったかもしれないです。まあ本当のね点数は情報開示請求しないとわからないけど、ということで大満足の結果が得られました。で、特に権利関係をものすごく頑張ってその通りの結果が出せたので、その辺をねちょっと重点的にシェアしたいなと思っています。ではまずは使ったテキストですけれども、これは去年と同じです。みんなが欲しかったシリーズの宅建士の教科書ってやつですね。この分野別に分かれているやつ、もちろんケチらずに2024年度版をちゃんと買い直しいたしました。それから、これもみんなが欲しかったシリーズですが、過去12年分の問題集、これは本番で出たやつと同じものが掲載されている問題集ですね。これは2023年に買ったやつから引き続き同じものを使いました。それから買ってよかったのがね、これです。この民法の本。権利の理解をねもうちょっと深めたいなと思ってなんとなく本屋さんで選んだものだったんですけれども、内容がすごくシンプルで分かりやすくって、お風呂入りながら読んだりとかね、なんとなくこう電車乗りながら見たりとかするのにちょうど良い分量でしたので、これ買ってよかったです。これ読んでたからね、今年解けたやつがね1個あったんですよ。なのですごくおすすめです。それから何よりも大切だったのがこちらの紙ノートです。結城先生っていう方がね作っていらっしゃるテキストなんですけれども、無料で見られる YouTube の動画もあるんですが、この紙ノートを購入すると無料で見られないですね、民法の細かいお話のことだったりとか、広告が入らないでね見られるんですよ。Vimeo っていうですね動画配信サービスを使って講義をやってくださっているんですけれども、ものすごく分かりやすくって、もう結城先生のこの紙ノートには本当に助けられました。確かね3万9,000円ぐらいお支払いしたんですけれども、今年ちょっとね値上がりしてるかもしれないですが、リンク貼っておきますのでよかったらご覧ください。それからいろんな YouTube もありますよね。去年はね棚田行政書士の動画いっぱい見てたんですけれども、今年はちょっと棚田先生の動画はほとんど見ませんでした。で、その代わりスマ百科っていうね月曜日と水曜日に宮崎先生と吉野先生っていう方が入れ替わりで講義の動画とか、講義というか過去問の解説とか、あんまり宅建に出てこないようなトピックのお話をしてくださったりとかですね、そのスマ百科の動画を月曜日と水曜日の夜9時にオンタイムで見られなくても必ず後から復習するために見るようにしていました。ではスケジュール感についてなんですけれども、去年はね、2023年の1月ぐらいから皆さんと同じような感じで宅建業法からまずやりましょうねっていうのが王道だと思うんですけれども、未経験知識ゼロから始めましたので、王道にのっとってですね宅建業法の問題集を解いて、分からなかったらテキストに戻ってっていう感じのことを3週ぐらいやって、その後法令やって税金やって
て、それから、最後に民法に取り組んでっていう感じのやり方でしたね。民法に入ったのが確かゴールデンウィークぐらいだったかなと思っています。で模試を7月ぐらいから受け始めて、ガチャガチャやりつつ10月を迎えてしまったという感じでした。去年は有料のツールは何も使えませんでした。で今年2024年はですね、11月に合格発表があってダメだったって落ち込んで、12月1月ぐらいはですね、なんかふわっともう一回宅建業法一周やって法令も一周やってっていう感じで過ごしていたんですけれども、これじゃいかんと思い直しをいたしまして、1月半ばぐらいから2、3、4ゴールデンウィーク明けぐらいまでとにかく権利関係ばっかりずっとやってました。これは宮崎先生がですね、春は権利、とにかく権利を集中して理解をして解き方を学びましょうということを熱弁されていらっしゃって、なるほどなと思ったんですよね。で民法の本を買ったりしてなんとなく面白いなって、宅建だけじゃなくて生活全般に役立つことだよなっていうふうにすごく興味を持てたので、じゃあちょっと春は権利信じて集中してやってみようというふうに思って、ゴールデンウィーク明けまで他の科目はやらずに権利だけ集中してやりました。でそれから、ゴールデンウィーク明けから法令上の制限を6月の半ばぐらいまでやりまして、業法は7月ちょいから始めました。去年の知識の薄い残りがありましたので、業法はなんとなく思い出しながらっていう感じでしたね。でかけた時間としては、朝早起きして1時間ぐらい平日はお勉強をして、それだけっていう日もありました。夜本当はね復習する時間を取るべきなんですけれども、1時間だけの日もありましたし、お仕事終わってからやる時もあったり、お昼休みを割いたりっていうこともありました。で休日もかっつり5時間6時間っていう日はほとんどなくって、バレエのお稽古行ったりしながらでしたので、休日も多くても3時間ぐらいしか割いてなかったかなという感じです。早く始めた分だけ私は薄く長く時間をかけたというタイプになっています。それでは今回のテストで最も効果が出た権利関係のお勉強の方法なんですけれども、過去問をひたすら解いてその内容を理解する、なんでこの問題がこういう答えなのかっていうことを突き詰めながら問題集をやるっていうのはですね、去年から継続してやっていることだったんですけれども、それに加えてちゃんと書いてあることを理解する、自分の言葉で語れるぐらい分かった上で暗記をするっていうプロセスをものすごく大事にしました。もう民法の本だけね、もうあちこち持ち歩いてたからすごいボロボロなんですけど、でまずはこの項目にはいくつ覚えなくちゃいけないセンテンスがあるのかっていうのをまず覚えます。例えば、賃貸借だったら存続期間でしょ、それから義務とか、譲渡転貸、それから敷金のこと、対抗要件、なるほどなるほど、5個とか6個とかここは覚える項目があるのねっていうことをまずインプットして、その中の今日は存続期間と、貸主の義務のところだけ覚えよう、頭に覚える、理解する、問題を解くんじゃなくてテキストに書いてあることを噛み砕くっていうことにフォーカスして、ノートに何回も書いて隠して、見ないで言えるかなみたいなことを集中してやっていました。それから過去問は過去12年分の、問題を全部解いてたんですけれども、春の間は権利関係14問分だけひたすら理由付けノートっていうのを作って、半分こっちが問題の回答でこっち側がその理由みたいな感じのことを12年分約5週ぐらいやりました。全部満点が取れるまで全部やりましたね。このプロセスは結構力になったなと思っています。ノートにきれいに書かなくてもルーズリーフ半分ビーって書いて自分が読めればいいので、もう本当に汚い字で何回も練習いたしました。
この理由付けノートはねすごく効果があったなと思っています。権利関係ももちろんなんですけれども、法令も宅建業法も後々問題集解くときに同じようにやりました。権利関係は5週やったでしょう。で法令と宅建業法は全部で3週ぐらいかなと思っています。問題集をホイホイ解いてなんとなく分かったってやっちゃう方ね多いと思うんですけれども、私も1年目の最初の頃はねそうだったんですけれども、ちゃんと教科書に書いてあることを噛み砕いて自分が言えるかどうか、覚えたかどうか、暗記したかどうかっていうところまで突き詰めないとうまくいかないんだなということがね本当に反省点でしたね。それから模試ですけれども、市販されているこれの4回分のやつと吉野先生がねオンラインで500円ぐらいで販売しているこれも1回分購入してやってみました。で模試で間違えたところは紙に書き出してなんで間違えたのかっていうこととその、理由付けとですねあまりに基礎的なところを間違えた場合はこれはやばいと思ってしっかり見直ししたんですけれども、あまりその重要度が低いようなものは無視して解いてました。7月8月の時点でこの模試に書いてある合格点36点が目安ですよとか7点が目安ですよって書いてあるんですけれども、だいたい毎回解くたびにその合格点プラス123点ぐらいは取れているなという感じの点数で過ごせていました。宅建業法が私は弱かったので9月ぐらいからはちょっと業法このままじゃまたこけるぞと思いまして、細かいところの暗記のし直しっていうのを集中してやっていました。それから自分がどの項目をどのぐらい勉強したかっていう見える化する管理ツールについてなんですけれども、去年はですね棚田先生のお話にのっとって大量記憶法か、この大量記憶表を作っていたんですけれども、なんかこれにね細々書いていくよりも私はもうこの1ヶ月はこの法令だけやるとか業法だけ繰り返してやるっていう感じで、ざっくり管理でなんとなくできましたので大量記憶法素晴らしいと思うんですけれども、やり方によっては特にデジタルツールとかで何を何時間やったとかも管理しませんでしたし、自分が苦手なところが分かっていればあんまり細かく日々管理しなくてもいいんちゃうかなって私は思いました。じゃあ最後にまとめですけれども、宅建業法をね満点取りましょうっていうのはもう大前提の資格だと思います。それはそれでありきなんですけれども、民法は後回しでいいよ、権利関係は最低限でいいよっていう考え方ってすごくもったいないなと思いました。時間的に余裕がある方、もしくはリベンジ組で一旦基礎が頭に入っているよっていう方はですね、民法権利をとにかく深掘りして春の間めちゃくちゃ理解を深めておくと、夏以降の法令とか業法の暗記がすごく精神的に楽になりますし、これだけ難しいことを他の人に差をつけてこれだけやったんだぞっていうことがすごく自信になると思います。春は権利深掘りしよう、理解しようっていうのが自分が本当に結果に現れましたので、やってよかったなと思っています。他の人がここまでわかんないでしょっていうような変な項目、見たことないよっていう単元もこの本に書いてあったからね、これもしかしてあれで見たやつかもしれないと思ってね解けたやつがあったんですよ。どれだっけな。問いの権利はねちなみに間違えたの正答率が一番低かった問いの7番だけはちょっと間違えちゃったんですけど、その他はね全部いけたんですよね。あれだ、問いの5番だ。不当利得返還債務について、なんかねこの本にね愛人にマンションをあげちゃった場合どうなるかみたいなエピソードがあって面白いやんけと思って読んでたのが記憶に残ってたから解けたんですよね。そんな感じで権利関係後回しするのすごくもったいないと思うので、時間と気持ちに余裕がある方は是非このやり方をおすすめします。
それから私は1年目は課金をせずに自力でみんなが欲しかったシリーズの教科書だけでやりましたけれども、みんほしシリーズのね教科書と問題集ね、ちょっと物足りないと思います。ここ出るよねっていうところがなんか後回しのページに書いてあったりとか、特別編みたいな感じで変なところに載ってたりして、すごくちょっとなんか物足りないなって思いましたので、市販のテキストだけでチャレンジする方、それで合格する方ももちろんたくさんいらっしゃると思うんですけれども、私はよっぽど自分が天才で頭がいいぜ、もう受験戦争乗り切ってきたぜみたいな人以外は、自分が頼れるこの人だったらお金を払ってもいいなって思う方に課金した方が本当に早いと思います。私は結城先生に4万ぐらいお支払いしましたけれども、そのぐらいの価値はあったと思っていますし、今後ね宅建支証がねもらえたら、もしかしたらなんか重説のバイトとかしたらね4万ぐらいきっと回収できると思うんですよね。わかんないけど、なんかお金払わずに自分でやってまた失敗してっていうのは本当に辛いと思いますので、欲しいものとか飲み会とかわかんないけどちょっと我慢してプロの先生に頼るっていうのは決して悪い方法ではないと思いますので、皆さんに合った先生を探してみてください。では最後までご覧いただいてありがとうございました。今年ね悔しい思いをした方、本当に泣いちゃうぐらい辛いと思うんですよね。一生懸命やった方ほど特に辛いと思います。しょうがない、1点2点足りないっていう方がね一番多いボリュームゾーンだと思いますし、本当に落ち込むと思うんですけれども、しょうがない、自分のせいです。私もそうでした。勉強の方法が間違ってたとか、時間が足りなかったとかね。でこれだけやってもなんでこれ間違えたんっていう超びっくりなケアレスミス、見直しも何回もしたはずなのにケアレスミスも本番絶対に起きます。私も教法で一問そういうのありましたけれども、なんかそういうことが起きることを想定して、もう40点ぐらい模試で常に取れるようにキープしておかないともう受かれない試験だと思いますので、ぜひ皆さん今日の私のお話を参考にしていただいて、次に合格する方が増えればいいなと思っています。長々と失礼いたしました。ではまた次回、普段はゆる Vlog をやっておりますので、ぜひご覧ください。ありがとうございました。バイバイ。